今日は自分が世界一の室内履きと胸を張る一品、竹革草履作りをご覧いただきます。竹革草履の原料は昔から身近にあった竹皮と稲わらです。まず稲わらが登場します。近年は希少になっているわらは近くの農家さんのお米の収穫作業を手伝って分けてもらっています。わらは意外と硬いもんです。そこで専用に作った機械で叩いていきます。近くで見るとなかなかの迫力。こうして叩くことによって柔らかくなって縄に編みやすくなるのです。昔はこの作業を木槌で叩くという重労働でしたので、この機械の導入は実は画期的で、職人の仕事もかなり楽になったんです。さて、竹革草履の編み込みが始まります。まずナイロンのロープに先ほどの藁をついで、草履の芯の部分となる藁縄を作っていきます。藁縄を編む作業も近年ではなかなか見る機会の少ない手仕事です。竹革草履は夏涼しく冬は暖かい優れもんですが、その素材である竹皮は現在日本ではほとんど活用されることがなく、竹林で朽ちています。植林なんかせずとも毎年タケノコが生えてくる竹の生命力は素晴らしいもんです。タケノコは竹皮を脱ぎ落としながらわずか3ヶ月で20数メートルの親竹と同じ高さまで伸びきります。竹革草履の原料はその成長の過程で地面に落ちた竹皮を有効活用しているんです。竹が傷んでしまいますので竹皮を剥がすことはしません。職人はタケノコの伸びる時期には毎日のように竹林に入り竹皮を集めています。ちょうど梅雨時期に重なるこの竹皮集めも大切な職人の仕事ですが、かなりの重労働なんです。まず湿らせて柔らかくなった竹皮をこうして細く短冊状に裂いていきます。材料の竹皮を収穫して乾燥させ3年程度寝かしたものを使用しますが、水分を含ませるとまるで柔らかい皮のような使いやすい素材となります。竹革草履は前つぼの部分の方から編み始めます。大事な編み始めの部分には昔から破竹の皮を使ったり布を使ったりもしてきました。厚みがあってしっかりした破竹の皮を使うことにより草履の形が決めやすいと職人は話します。本体部分を編むのは間竹や毛層だけの竹皮。破竹と違い斑点模様がついているのが特徴です。編み方は左右に行って帰って行って帰ってという単調なもんなんですが、竹皮には裏表がありますのでねじらないようにぎっしりと詰めながら編み込む技と、手先の感覚だけでまっすぐに形の良い草履に編んでいくのには熟練の技術が必要です。稲わらを芯に入れて生地を巻きつけて花を作っていきます。作った花は本体の竹皮にしっかりと編み込みます。鼻緒の付け根部分にも竹皮を巻きつけ補強します。
さすが熟練の竹皮職人です。細く裂いた竹皮一本一本を吟味しながら、早くも随分と編み込んできました。形もきれいでしっかりと編み込まれています。竹皮には古くから食品の包材としても使われてきた天然の抗菌性があることも人気の理由の一つとなっています。そろそろ本体編みの仕上げに差し掛かります。裏面の余分な竹皮を切っていきます。ここからいよいよかかと部分を絞る大事な工程です。仕上げでナイロンロープは引き抜かれますので、竹皮草履の芯に残るのは天然のわら縄だけです。三つ股と呼ばれる道具にロープを引っ掛けます。それにしてもこの年季の入った三つ股はどうでしょうか。一体何足の竹皮草履が作られてきたことか。かかと部分のしまいをします。鮮やかな手の動き、編み上がった竹皮草履はさぞ履きやすいんではないかと思っています。編み込んだ竹皮を金属の棒で鳴らします。竹皮草履の裏面をご覧になって、毛羽立ちがあるからフローリング履きには適さないのではないか、そう心配されるお客様もおられますが、一度履いていただきますとそんな心配はどこかに吹き飛んでしまいます。 2,3 日履いていただきますと裏面もぴったりとつえて、普通のスリッパと同じようにお使いいただけます。足裏への感触も最高ですので、フローリング履きとして世界一の室内履きだと思っているんです。さて、これから最終の前つぼ部分の取り付けにかかります。前つぼ部分の留めにも芯に藁を入れて布をねじり込んだ紐を使います。そこの稲わらに引っ掛けてねじりをかけて鼻をしっかり留めていくんです。
親から子へと受け継がれてきた伝統の竹川草履の技。先人の知恵の結晶ともいえる竹川草履はこうして出来上がります。